今日はスケボー初心者のあるある、間違ってるというか、俺がよく見て、しない方がいいと思っていることを教えます。あとは今兄弟が海外からここに会いに来ているので手伝ってくれます。どうぞ。ありがとう。まずは今見たのは、日本語でわからないけど英語でスネークということで、それはスネークを日本語にしたらヘビで多分想像できるけど、そのスネークの人が先に行ってで戻ってきたらでもう一回こうするからスネークと呼ばれてる。スネークすることはしないでください。ちゃんと例えば5人が、並べてるならちゃんと、順番を守って。これは多分大人の初心者の中に問題ないけど、子供の初心者にこれは結構大問題ので気をつけてください。おい、ティムチー、スケボー行こうぜ。はーい。練習しないとうまくならんよ。準備してきて。I'm ready。はい、見た通り一つ目はモールグラブということで、それは、トラックでこう持ったらモールグラブということで、なんでモールグラブというと、初心者が、ちゃんとのスケートショップじゃなくてモールの中にあるスケートショップで板を買ってこの持ち方してるからモールグラブということで、ちょっとダサくてしない方がいいはい、今のは初心者プッシュですね。これの原因は多分スピード出すのが怖いからこのプッシュ仕方やってるけど、ちゃんとプッシュの足を板の前からプッシュしてない、ずっと板の後ろからチューチューチューってやってるのは初心者プッシュですね。これは俺自分が初心者だったの時にこれやってるの覚えてないから、やってたかどうかわからん。やってる人はやってるのか知らないと思う。だから意識にして初心者プッシュしないようにしてください。どうしたんですか？うわ、マイクつけてないやん。これで音がもうちょっと良くなったかな？わからん。このマイク多分あまり良くないと思う。はい、次。例えば休憩したい時とか、こけたらどこかに座るとか選ぶ時に気をつけてください。誰か滑ってるところに座らない方がいいですね。当たり前なことだけど、たまにこういうことがありますので、例えばスケーターじゃない人がおって変なところに座ってたら当たり前と思っ
自分が当たり前と思ってるけど、その人がわからないから、怒るより普通にその人に聞いたらいいと思う。他のところ座ってくださいとか言ってもいいよ。次ですね。で、最後は何かを技ちゃんとマスターできる前に、ちょっとでかすぎものをやってみることです。ちゃんとできてからもっとでかいやつした方がいい。たまに例外の時もあるけど、例えば、ちっちゃい子供がトレイフリップとかフラットでできないけどステアでできる。高く弾けないからステアの方がいいけど、ステアというか5段とか12段じゃなくてちっちゃいステアちゃんとマスターしてからレベル上がることの方がいい。これは普通に怪我しないようにしてください。日本全国わからないけど、俺が見たスケートパークでだいたいめっちゃちっちゃいものがあって、で次のレベルはめちゃめちゃでかいやつだから急にレベル上がるしかないけど、できれば例えば3段から5段から7段とかステア練習してたらそのように練習した方がいい。はい、これは初心者のあるある、俺がよく見てる間違ってること。よかったらそのちっちゃい動画どれが一番好きだったのはコメントしてください。あとは登録お願いします。Peace。